ない。怖い。なんか上がってこんなくなって、なんとか外れて上がってきました。もう一本で。いや、折れましたね。また参ったな。天秤さん折ったところがまあまあいたんですよね。ちょっとだけ寄ってみたいと思います。まあ、できるだけ折らないように頑張りたいと思います。おそらく下り潮は期待できない。まあ下り潮こんなもんでしょう。上りになるまでこんな感じの網が続くと思います。もっとちっちゃい。えぐい。まだもうちょっと入ってないな。もうでもね、真ん中には席入ってると思います。なんか珍しい貝がたまに見ますね。これなんでしょうね。食ってみましょう。やばら、こういうのをね狙ってねボスが行くんですよ。ちなみにね、台湾ガザミとマガネをね同じ生けすに入れたらはっきりと二手に分かれます。またおもろいやつ発見。あ、これや、これ前ピンクの鏡貝じゃないや、ちょっと名前忘れたな。急に出てこない。あの時に白色もいるんですって言ったら、これが白色のやつですね。硬いんですよね。食べましょう。下り潮にしてはでもこっちの網は結構いいキャッチ。ナイスでした。カニおりましたしね。なんとアケボノキヌタもいました。これもレア貝だそうです。これ当分見てなかったんで時期的にもうおらんのかなと思ってたんですけど、久しぶりに見ました。なんと1番にレア貝が3つ。食べます。上から見たからにもうやわらでかい。ただちょっと下り潮なのにこんないいっていうことは上りが悪いんかなと思っちゃいますね。どうなんかな。綺麗なヒラメ、これはいいっすよ。ヒラメが動き出したんでしょうね、やっと。なんと連チャン
口です。無口勢。おそらくこの海域で2位以下ぶっちぎりダントツ1位の難所だと思います。背だらけでしてね、もう通れるところが限られてるんですが、通れるところが分かるまでに心が折れます。ここの背で天秤座を折られました。でもそれマークしちゃうともうマークだらけになるんで、ここはもうマークはしません。いいだらけ。博多ザメだらけ。早速止まったんでバックで撮ってます。曲がってない、ラッキー。どえらい傘。西貝だけですね。昨日はねなんやかんやいたんですけど、今日はもう西貝だけですね。諦めて撤収しましょうか。お、でもなんかすごいもん一匹いた。この時期にこんなものが松今へ。あとはシャリゲタとチヌと台湾ガザミ。市内を一生懸命読みましょうか。花が咲いたように。元のところへ戻ろうとしたらおると思う。でも実はこの網ちょっとおるんじゃねえかな思ったんですよね。ちょうど潮がね今から上りなんですよ。潮が悪いだけじゃろうなと思ったんですよね。でもここまで帰ってから死んじゃってる。惜しい。傷か。もう食べましょう。これは素敵なおかずだ。とっても素敵なおかずができます。西側までやっぱ浅いところに合わせてね、津田短めでいってるんでね、しっかりすくわないんですよね。秋田小町じゃねえわ、松山ワスやりました。前いたんですけど食べてないんですよね。今日は食べます。レア貝、今日はレア貝調子いいですね。ここのとこずっと見てなかったんですけどね。でかっ。
でかい。50あるでしょこれ。ないかなこれでも。久しぶりに見ました、そんな大きいの。おー、やっぱカニか。見えたと思うんですけど、絶対そうでしょ。あ、おまけまで。あ、これはかかっとったんですね。やったね。ほら。次は空っぱ出てきた。最近多いんすよね。毎日は見ないですけど、2日に1遍ぐらい見ますね。あ、結構痛い。やめて。かわいすぎる。お逃げ。こんな日傘の中から出てきた。空っぱの傘から。前回見つけた時は食べなかったんですよね。ちょっとねストックしました。今日は食べます。他のレア貝も食べるんで、ついでに食べてみたいと思います。ガサきつそう。やばいでしょこのガサ。よいしょ。ガラと8の格好でしたね。上下だとイイダコはね結構出てくるんですけど、でかいんですよね。うじゃうじゃ張ってますけど。ではこれにて帰りたいと思います。お疲れ様でした。カニも車もおりまへんでしたね今日は、はい、残念です。残念です。貝食べましょう。はい、こういう珍しいやつを食べてみたいと思います。はい。なんかこっちにもおる。これとか、あとなんかもう一個あったんだけど、白いちっちゃいやつ。まあ食べてみます。はい、食べてみましょう。はい。はい。こんなんとかも。何それ？あけぼの絹田やったかな。名前がちょっとピッと出てこんけど。おお、珍しい。皆さん今日もハードワークお疲れ様でした。よいちいただきました。すごい工場でしか買えないが限定の夜市らしいです。だから北海道へ旅行行った時に買ってきてくださったそうです。嬉しすぎる。ありがとうございます。これはすごい。工場限定3つぐらいあるらしいんですけど、これはシェリー&スイート。またなんかその3つの中で一番好きそうですね。俺がシェリーよくなんかもうニヤニヤが止まらん。これ飲めるのが嬉しい。いただきます。
ああもう匂いが甘い。甘いってなんかもういい香りの甘さ、もう花のような匂い。おお、本当にいただきだ。ではいただきます。おわ、メイドインジャパンすげえ。寝かしてる期間も絶対短いでしょうけどね、国産の十何年とかはもう高すぎますんでね、それでこの美味しさはもうえぐい。あ、もう香りがもう口に含んだ時の香りと、あと喉を通る時の香りがちょっと違うのがまたいい。自分はお茶も好きで結構全国の日本茶飲んでるんですけど、お茶でいうもう玉露ですよね。本当なんかもう本当にもうこれだけで楽しむみたいな。うわ、こりゃうまい、びっくり。ああ、こちらもいい匂い。カニ死んじゃったやつでも今日はこれではございません。じゃんかい、いただいてみましょう。以前ねこれを湯がいて食べたらもうしわくて食べれなかったんです。ちなみにしわいとは岡山弁で噛み切れないっていう意味です。人間に対してもたまにしわいって言葉使いますね。あいつはしわい。なので今日は刺身でいただきます。まだ生きとる、さすがにね。赤貝っぽい。血みたいな赤い。血みたいに赤い。赤貝というかもがいっすね。ちなみにもがい、天然もがいいるんで開けてみましょう。天然もがいもね見たことなんかなかったんですけどね、いるんですよね最近。これほんまもがいやん、完全もがいっすね本当にもう。じゃあこれ食べてみましょう。もう丸ごといこうか、紐ごと。じゃあいただきます。同じなんですかねこれ。なんかでもあまりしわくはなさそう思った感じ。バリバリうめえ、めちゃくちゃうまい。びっくりした。これは驚きの美味しさでした。驚き、本当驚き。もがいってみましょう。似てますからちょっと味比較したい。まさか食った後毒があるとか言わんでしょうね、さっきの回。もがいの方が柔らかい。でもこっちの方がうまいですね。でこれの白色バージョンもいるんですよ。これちなみにこれでも小さい方です。もっと大きいのいますね。これのもうあと2回りぐらい大きいのいます。てかそれしか見たことなかったですね。これもねあれと同じぐらいのサイズがいるんですよね。同じ種類ですよね、どう見ても。でも縁取りがありますもんね。これ味わからんじゃろうな、ちっちゃすぎて。でも肉質は一緒ですねこれ。ではいただいてみましょう。小さすぎてねちょっと味が分かりませんけど食感がいいので美味しい。美味しいですね。でも美味しいですね、やっぱり後から美味しい。では行きましょう。秋田小町、違うわ、秋田小町じゃない、何でしたっけ。田舎育ちじゃない、松山忘れパリ。ちょっと泥入ってるな。もう取ってすぐですからね、気にせずいきたいと思います。これはなんか上品な感じですね。ではいただきます。ペロ。癖がある。あまり美味しくない。いや後からも癖きますね。臭いわけじゃないんですけど、なんだろう、苦味渋みみたいな、そんなんがありますね。美味しい貝じゃないなこれは。火を通したら美味しいんかもしれません。ではこちらのレア貝いってみましょう。もはやもうかなり気持ち悪いですけど、うわ透明、めちゃくちゃ綺麗。割ってしまったレア貝。これ殻欲しかったのに。もう殻だけならね結構最近見ますんでね。ではこれいただきたいと思います。よいしょ。綺麗ですね、白色、透明のような白色。癖がある。これも
うまくはない。これちょっと吐き出したいぐらいうまくないですね。これダメなのよ。ちょっともう今のは苦味、えぐみ、渋みすごい。うわ、ちょっと気持ちが悪い。あとぬるぬる感も気持ち悪かったですね今のは。あとこれ言いましたね。これ刺身で食えるんかな。これなんじゃろう。これはね昔からよく見ます。よく見ますか、時々見ますね。よくは見ませんけど、これ皮むかんとダメでしょ絶対に。あ、でも皮ねえこれ。あるんかな。いや皮ねえな。このまま行ってみましょう。もうここはミル貝みたいですね。なんかミル貝のような美味しさなんでしょうか。いただきます。最初まずっと思ったけどうまいですね。あとでもちょっと貝の匂いがきつい。こっちの部分の方がうまい。なんとあとお口直しにあけ貝すだれ貝西貝を食べたいと思います。優勝はこれでした。もうまた名前出てこん。書いておきます。今回もご視聴ありがとうございました。